こんにちは、旅家です。今日は大物の新アイテムを手に入れました。ハンドリフター、油圧で重い荷物も持ち上げられる機械です。世界一小さい1畳の家、前からある構想がありました。これを使えばあれにあれができるはず。構造はとってもシンプルですね。チェーンがフォーク部分につながっていて、ハンドルをギコギコすれば油圧で上がっていきます。足でもできるようですね。時間はかかりますが、これなら家も持ち上げられそうです。耐荷重は2トンまでいけるので、かなり余裕がありますね。ちなみに家は概算200キロくらいです。とはいえ超危険作業なので慎重に進めていきます。ゆっくり慎重に家を持ち上げていきます。高くなってくると恐怖感が増します。慎重に慎重に。高さを見て例のあれを持ってきます。出ました。軽トラです。軽トラに家を乗せてしまえば、それはもうキャンピングカーです。やはり私、軽トラに乗せずにはいられない病気のようです。微調整を繰り返していきます。ちなみにこの軽トラは両親が使っているので、今回は仮設置です。今回は実験ということで乗せてみます。よーし、乗りましたね。ハンドリフターを引き抜きます。すごい。世界一小さい1畳のキャンピングカーが爆誕。実は設計段階から構想していたので、軽トラにぴったり収まるサイズに設計していました。高さは地面から240センチ、250までが法定高さなのでクリアです。あれ？縦幅が収まってない。3センチほどはみ出してますね。大窓も煽りに干渉しています。早速修正していきましょう。マルチツールでカットしていきます。よし、カット完了。大窓を外して反対側の枠もカットします。ちなみにタイヤにストッパーがいるのではと質問をいただきました。実は家の重みでタイヤの形が変形してしまいました。すでにタイヤとして使い物にならなくなってしまいました。同じ位置でしばらく放置したのも良くなかったと思います。なのでストッパーがなくても動かない代物になっています。さて次は大窓のサイズ変更。まずは木枠とアクリルを剥がします。
取れました。10センチほど干渉しているのでカットしていきます。木枠はカットできました。続いてアクリル板をカットします。よし、順調に進んでいますね。しかしここからアクリルをはめ直すのにとっても苦労しました。なかなかうまく収まってくれません。30分ほど悪戦苦闘してようやく完成しました。やったー、うまく収まってくれましたね。キャンピングカーになりましたね。今日は細かな改善 DIY をしていきます。コメントでも指摘の多かった換気扇をつけていきます。まずは通気口を開けていきます。ドリルで小さな穴をつなげていきます。上手に穴が開きました。マルチツールで細かな部分をカットします。貫通しました。試しに換気扇をはめ込んでみます。いい感じですね。外から見ると大穴が開いています。ここにダクトカバーをつけていきます。まずは虫対策で網戸をつけます。タッカーで留めていきましょう。コーキングで隙間を埋めていきます。この作業先にやっておけばよかったですね。ダクトカバーにもコーキングをしてビス止めをしていきます。よし、外側完成です。続いて電気工事をしていきます。この配線作業は電気工事士の資格が必要です。私は去年第2種電気工事士の資格を取りました。とはいえペーパー電気工事士なのでちんぷんかんぷんですね。記憶をたどり、まずは簡単な作業から進めていきます。換気扇にコードをつなぐことができました。固定をしてカバーもしていきます。蓋付きで便利なミニ換気扇です。さあ次は電気工事のいろはのいコンセントの輪作りです。記憶をたどりながらコードをハテナ型にしていきます。
あまりに下手くそでズームでお見せできません。とりあえず機能するコンセントにはなりました。お次はスイッチとコンセントをかませます。伏線図を書いて何度もやり直し悪戦苦闘しました。これまたひどい出来栄えなのでズームではお見せできません。とりあえず機能してくれてますね。配線を整えカバーをしました。スイッチが機能してくれてます。そしてついでにつけたコンセントはこちらも機能していますね。最後はカーテンと網戸です。ぴったりサイズののれんがあったのでつけてみました。なんだかツンツルテンですね。小窓の方のカーテンと網戸も仮設置してみました。というわけで今日は時間切れ。まだまだ改善 DIY は続いていきます。